すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日はですね栃木県の佐野市の方に向かっておりまして、今ねちょっと宇都宮の方からこう下ってきてる感じなんで、ラーメン二郎栃木街道店のあるね壬生のサービスエリアに泊まってます。というわけで本日栃木県佐野市の方で行く予定のお店こちらです。ドン。車の方が行くのは楽です。 JR 佐野駅から車で6分くらいのところにあります青竹手打ちラーメン麺屋大山さんにお邪魔してます。こちら麺屋大山さんはですね、いわゆる栃木県のご当地ラーメンである佐野ラーメンの中でも結構有名なお店で、青竹で手打ちしたピロピロ麺と、あとねワンタンもすごく美味しそうだなと思っておりまして、ちょっとワンタン麺もすすりたいなと思いつつ、でもチャーシューも美味しそうだなと思いながらね、ちょっと結局全部トッピング乗せるんじゃないかということで、早速とりあえずね向かっていきましょう。さあというわけで車に乗って麺屋大山さん向かっているんですけれども、佐野ラーメンはね意外とやっぱ東京から佐野って意外と行きやすいですよね。車で2時間かからないぐらいで行けちゃうんで、ちょいちょいね佐野市アウトレット見がてらね、やっぱ佐野アウトレットめちゃくちゃいいんで、アウトレット行きがてら佐野ラーメンいろいろ食べたりしてるんですけど、ちょっと麺屋大山さんまだ行けてなかったお店なんで、今回行けるのが非常に楽しみだったんですということで、なんかねいろいろ下調べをしてたら、なんと店員さんがね麺どころ本田さんとか、あと東京の有名店である、これまた有名店である七彩さんとかで修行された後に、佐野ラーメンのね超有名店である田村屋さんも、ここも行列店ですね、お昼めちゃくちゃ並ぶお店です。田村屋さんで修行してこの大山さんを独立されたと。なかなか珍しい経歴ですね。なんか佐野ラーメンのお店の店員さんって結構もうほんとその佐野ラーメンのお店で修行してそのままお店出すみたいなパターンが結構多いような気がするんですが、意外と東京のしかも結構最先端のねお店でも修行されて、その技術もありつつ佐野ラーメンの名店でもしっかり学ばれてるということで、どんなラーメンがいただけるのか非常に楽しみですね。佐野ラーメンもね結構その見た目的には割とみんなこう似通った感じではあるんですけど、意外とお店によってね個性があってね、やっぱ食べ歩き面白いなって思えるラーメンなんでね。あと結構油がそんなに浮かなくてさらっとしてるので、ほんとスルスルと食べれてね、連食にも割と向いてるラーメンかなと思いますね。でもせっかくなんで今日ちょっとワンタン乗せたいし、なんならちょっとチャーシューも、なんならちょっとご飯物も行きたいかなぐらいの感じで思ってるんで、よろしくお願いします。さあ大山さん着きました。もう外の方にめちゃくちゃラーメンのいい匂い漂ってきてるんで、空腹我慢できないぞということで、でもちょっとだけね並びがあるんで、多少並びますけど、とりあえず向かっていきましょう。レッツゴー。さあ青竹手打ちラーメン麺屋大山さん注文制です。今回はワンタン麺と味玉、さらに餃子と濃厚大和芋丼卵黄のせをお願いしました。店内にニカタツさんのサインと元阪神タイガースの関本選手のモノマネ芸人二関本さんのサインを発見してテンションアップ。さらに特別に調理の様子も撮影させていただき、平猿で麺揚げをする様子を見られて、もうすする最高潮。座敷に座って一旦精神を落ち着かせながら待ってるだ。こちらが青竹手打ちラーメン麺屋大山さんのワンタン麺と味玉、餃子と濃厚大和芋丼卵黄のせです。よいよい。透き通ったスープの表面には油が少し浮いており、これぞ佐野ラーメンといった正統派なビジュアルながら、ワンタンも存在感を発揮してる。ナルトや味玉のコーデも可愛いです。それではいただきます。さあまずはスープから。うめい。飲んだ瞬間に佐野にようこそと歓迎されているような動物系がベースとなったすっきりクリアな醤油味でめっちゃウハウハ。ほんのり魚介の風味も感じ、シンプルながら奥深く完飲確定レベルのうまさ。後引くうまみでレンゲを持つ手が止まりません。ではお次に麺をスーパーリフトアップ。よっしゃそうする。麺はもちろん青竹手打ちで、手打ちならではの不規則なすすり心地でビロンと暴れつつ、すっきりクリアなスープとの絡みもよし。麺そのものの風味も上々で、噛めばもっちりとした食感で食べ応えもあり、これはうまいうまいとどんどんすすっていける。このまま勢いをつけていけば、いずれすするも福山雅治のモノマネで一世を風靡し、毎日アンチャン健康生活に至るかもしれません。さて今度はチャーシューを引き上げて食らってみましょう。持ち上げるだけで崩れそうなほろっと柔らかい豚バラ肉で、噛むたびに肉のうまみがにじみ出てきて米いきたくなるやつ。そして続いてワンタンを食らってみれば、黄色みがかった皮が特徴的でもちっとしっかりめな歯ごたえあり。この皮の強さは随一かもしれません。
それではいよいよ濃厚大和芋丼いっちゃいましょう。中央に鎮座した卵黄を崩して食らう。なんと大和芋を出汁で伸ばさず芋 100% のとろろになっているとのことで、今までに体感したことのないぬぞりとした粘土に驚きを隠せない。味も 100% 大和芋に近いので、ぜひこの動画を見た後、斉藤佑樹選手引退セレモニーで勇気 100% を合唱する動画を見に行ってきてください。てな感じで、そろそろ餃子にも登場してもらってパクリと食らってみれば、佐野仕様のでっけえやつで食べ応えも十分。あんもぎっちり詰まっている肉汁あふれるもので、皮はパリもち、これまたうめい。白米と合わせずとも餃子単体で成立するポテンシャルを持っており、それに負けじと青竹手打ち麺やチャーシュー、そしてワンタンもスースルに猛アピール。味玉も適度な味しみを提示し、可愛いナルトは存在しているだけで可愛いぞと高評価を得たら、餃子も食らってもうお腹いっぱい。最後はすっきりクリアなスープを堪能して、本日も完食です。大変美味しくすすれました。佐野ラーメンの最先端を行く味わいで大満足の一杯でした。それではごちそうはい、ごちそうさまでした。というわけで麺屋大山さん行ってきたんですけども、うまかったですね。はい、やっぱね、佐野ラーメンって結構みんなうまいんですよ。ほんとなんていうか、あっさりしつつ、ちょっと豚の出汁感ありつつ、醤油がキリッと効いてて、油もねそこまで浮かないので重すぎずって感じで、結構あっさりとした口当たりでずっと後引く旨味が続いていくみたいな感じだったんですけど、佐野ラーメンにね求めてる味がもう大山佐野ラーメンには詰まってるような感じでしたね。スープ美味しかったですけど、個人的にすごく良かったのはもう麺ですね。麺がうまい。麺がすごくうまい。麺がすごく小麦の風味というか、麺からね小麦の風味めちゃくちゃ漂ってきて、あと手打ちならではっていうところもあると思うんですけど、ストロークね、麺の自体の長さがすごく長い麺が入ってたりするんですよ。で長い麺はねもうズーってすすると、手打ち麺由来のピロピロとしたバラバラバラって食感と、スープの持ち上げもめちゃくちゃ良くて、で小麦の風味もなんか一気にもう鼻まで抜けていくような感じで、不揃いな感じの手打ち麺がねめちゃくちゃ美味しかった。本当食感もねもちろんもちもちとしてよかったし、やっぱなんかちょっとね長めの麺が入ってるっていうのがなんか個人的には結構ツボで、なんかすすった時の麺の美味しさが倍増してるような感じしましたね。さらにねとろろかと思ってたんですけど、大和芋丼の方がですね、普通はとろろってだしで長芋とか伸ばして作るんですけど、この大山さんの大和芋丼はねもう 100% らしいんですよ。もうだからすりつぶしたやつもそのまんま出してるみたいな、俺初めてでしたね。あんななんでコシっていうのかな、とろろにコシを初めて感じたかもしれない、人生で。あんなことあるんだっていう。とろろってやっぱ基本的になんていうんですか、もう飲める感じでズルズルルっていけるような感じじゃないですか。全然もうなんか食感のあるとろろって感じですね。初めて食べましたね。チャーシューとかワンタンとかもねしっかり堪能しまして、いやなんか大満足ですね。もう一杯の中に佐野が全て詰め込まれてた感じもするし、大和芋丼っていうなんか新しい食べ物にも出会えて、いやー嬉しかったですね。すごく大満足な昼食となりました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、青竹手打ちラーメン麺屋大山さん、うま関本や。どうもチャルドーです。のびーです。本日は佐野ラーメンということで、ありがとうございます。ありがとうございます。です。コメ編食べた。皆様からのコメントにスル TV を編集するのでチャルドーが返信してコーナーになっております。はい。コメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら。はい。心のカロリー足りてますか？足りちゃいましたね。ということでなんかいつもねコメントくれる、何回か取り上げたことを、この心のカロリー足りてますかシリーズですが、足りちゃいましたらしいです。ついに足りたらしいです。もう最終回勝手に自己完結されました今回足りてんなって足りてんなと思われちゃった。思われちゃいましたね。うわ足りてた、相当足りてたんやろな。だいぶ良かったよ顔で分かったのかなそしてこちら、すするグッズ欲しいけど家族にバレるの恥ずかしいなって。おいそんな天下みたいな扱いすな天下言うな。天下みたいな扱いすなよ。おい、ベッドの下に隠しとかやろそんな恥ずかしい顔する TV なあ。グッズ何するのか、豚無双のこと。確かにな、ちょっと恥ずかしいな。豚無双は分かる。まあね、あれは確かに R して入ってるんで。まあね、でもあれはあれで良さがあるからねちょっとダメージ入れてみたもん。なるほど、確かに破って、破っちゃいましょう。豚無双はね、ぜひ買って破っちゃいましょうさあこちら、うちの1歳を超えた息子がすずるさんの動画を逃すとおとなしくおむつ替えさせてくれます。本当に毎日助かっています。ぜひ健康に毎日ラーメン生活続けてもらえるととても嬉しいです。
ちなみに導入部分はダメでレッツゴーの後からじゃないといけないというこだわりありということで。なんで実食からそう実食からレッツゴーだから街街ブラから街に出てからじゃないとダメなんで。どうもはあかんの。ちょっとうるさいんだね。どうもスースルです。あそこがいいみたいなねあれもあるもんね。そうズルズルはなんか泣き合うみたいなこともありますが。なんやろな。あまあ個性ですなそれは。そうですね。まあ相当まあなんだろうね、外に出たい息子さん娘さんなのかも息子さんなのかもしれませんね。もしかしたらラーメンを早くすすらせてあげたいですね。ね。何それ。